3、2、1、じゃーん。こんな感じで完成です。夏らしくってとっても可愛いですね。皆さんこんにちは、ちゃちゃです。最近暑いですね。今回はそんな暑い夏にぴったりのこちら、とっても美味しそうで可愛いスイカの巻き寿司の作り方をご紹介します。こちらの巻き寿司、とっても簡単にできますので、ぜひ夏休み中にお子さんと一緒に作ってみてください。私は今まで1000名以上の方々に巻き寿司の作り方、コツなどを教えてきました。今までの実績、ノウハウをもとに、これからも可愛い巻き寿司の作り方、コツなどを紹介していきますので、ぜひ今のうちにチャンネル登録よろしくお願いします。それでは早速始めていきましょう。それではスタートです。本日使用する材料はこちらです。酢飯 170g、 わかなのふりかけ小さじ1/2、青さこ小さじ1、桜でんぶ大さじ1、梅干しのたたき小さじ1、スライスチーズ1枚、全形海苔2枚、黒ごま適量です。概要欄に詳しく記載していますので、ぜひチェックしてみてください。次に海苔を準備していきましょう。よくスーパーなどで売られている海苔は 21cm×19cm で、この1枚のサイズを全形と呼びます。全形海苔を縦半分にカットしていきます。この2枚はこのまま使用します。もう1枚全形海苔を同じく縦半分にカットしましょう。カットした1枚をさらに横半分にカットしていきます。今回はこの3枚の海苔を使っていきます。次に酢飯を用意していきます。酢飯の美味しい作り方に関してはこちらの動画でより詳しく説明していますので、ぜひご覧ください。酢飯を 120g と 50g に分けます。酢飯 50g の方にわかなのふりかけと青さこを混ぜていきます。ふりかけだけだとしょっぱくなってしまうので、必ず青さこと一緒に作ってくださいね。ねちねち混ぜると酢飯がお団子状態になってしまうので、優しく混ぜてあげてくださいね。酢飯 120g の方に梅干しと桜でんぶを入れ、同様に混ぜていきます。梅干しが苦手な場合は紅生姜や乾燥ビーツなどで代用してください。また黄色のスイカを作る場合は酢飯 100g にいり卵 20g を混ぜると綺麗に作ることができます。こんな感じで酢飯の準備ができました。準備ができました。それでは早速巻いていきましょう。スライスチーズを用意していきます。5センチ幅になるようにカットしていきましょう。このようなメモリ付きのまな板がない方は定規などを使ってカットしてみてくださいね。次に海苔1枚を用意します。この上に先ほど5センチ幅にカットしたスライスチーズを乗せます。長さが足りないので、ここに余ったスライスチーズを乗せて形に合わせカットしていきましょう。このスライスチーズを海苔で巻いていきます。余った海苔は包丁かハサミでカットしましょう。このスライスチーズはスイカの実と皮の間にある白い部分になります。次に海苔1と1/2を用意します。この2枚の海苔をつなげて長い海苔を作っていきましょう。大きい方の海苔の端に酢飯に3粒を貼り付け、指で潰します。小さい方の海苔を上からかぶせて貼り付けましょう。だいたい1センチくらい重なれば OK です。この海苔の中央に緑の酢飯 50g を置いていきます。5センチ幅になるように形を整えていきましょう。酢飯の量を均等にすると綺麗に作ることができます。海苔で包んだスライスチーズと同じ幅になるので、これを参考にしてくださいね。長方形に整えることができたら、この上に海苔で包んだスライスチーズを乗せます。ここまでできたら酢飯赤 120g を乗せ、三角形を作っていきます。先ほどと同様に酢飯を均等に乗せていきましょう。親指と人差し指で三角形を作ると綺麗に作ることができます。海苔の端に酢飯に3粒を貼り付け、指で潰しましょう。海苔を閉じていきます。酢飯に3粒を貼り付けてない方から海苔を閉じましょう。こんな感じで完成です。巻き寿司巻くことができましたね。それでは早速切っていきましょう。巻き寿司をカットするときはよく切れる包丁、手酢、お酢とお水1対1で割ったもの、濡れ布巾を用意してください。まず包丁の刃先を手酢につけ濡らします。刃が濡れていると酢飯が包丁につきにくく、綺麗に切ることができます。巻き寿司は10センチ長さにできているので、これを4等分にカットしていきます。巻き寿司を切るときは押し切りは NG です。包丁を大きく上下に動かしながら切ります。3、2、1、じゃーん。真っ赤で美味しそうなスイカができました。美味しそう。一度巻き寿司を切ると包丁が汚れるので、包丁を濡れ布巾できれいにします。きれいにすることができたら再度手酢で包丁を濡らしましょう。次は 2.5 センチ 2.5 センチのところでカットします。4等分にカットすることができたら完成です。黄色いスイカもカットしていきましょう。こんな感じです。黄色いスイカも可愛いですね。カットすることができたので、スイカの種をつけていきます。黒ごまと手酢、爪楊枝または毛串を使います。
爪楊枝の尖ってない方に手酢をつけて濡らし、黒ごまを触るとくっついてきてくれるので、この状態で飾り付けしていきましょう。こういう細かい作業って楽しいですよね。黒ごまを貼る位置は自由ですが、1段目2粒、2段目3粒、3段目4粒と1粒ずつ増やしていくとより可愛いスイカになります。こんな感じで完成です。夏らしくってとっても可愛いですね。今回は夏にぴったりとっても美味しそうなスイカの巻き寿司の作り方をご紹介しました。材料も手に入りやすく、巻く工程も少ない、とっても簡単に作ることができますので、ぜひ夏休み中にお子さんと一緒に作ってみてくださいね。今回の動画も最後までご覧いただきましてどうもありがとうございました。スイカの巻き寿司可愛かった、作ってみたいと思ったという方は高評価とチャンネル登録よろしくお願いします。それではまた次の動画でお会いしましょう。バイバーイ。